はい、どうも皆さんこんにちは。バイオリン道場へようこそ。今日は新しいバイオリンの教本に続きを37番から45番ぐらいまでやれればいいかなと思ってるんですけども、今日は特に、スローモーションで練習することの意義と、それから威厳について、大きくくくりで言えばスローモーションの練習っていうことを、フォーカスを当ててそこに着目した練習を一緒にしていければいいかなというふうに思っています。ということで、このチャンネル初めてご覧になってくださった皆さん、はじめまして、バイオリン道場へようこそ。このチャンネルでは僕が分かっている範囲ですけども、バイオリンについて、音楽についてのことを皆さんと共有したくて配信していますので、もしよろしければチャンネル登録していただけたら嬉しいです。でまた Facebook、なんかにですね、グループとしてバイオリン道場って YouTube と同じ名前でグループがあるんですけども、そちらは、守秘義務を守っていただくというグループのルールがありまして、そこに同意していただいた方のみ承認させていただくっていうシステムになっておりますので、お金とか一切かかりませんが、同意していただくことが必要となりますのでご注意ください。もし興味ある方は Facebook でも検索してみてください。はい、ということで今日また37番からやっていこうと思います。ですので今回は、そうですね、威厳に困ってる人っていうのは結構多いかもしれないと思っています。っていうのは威厳っていうのは非常に難しい、この肘の高さとかをこうスムーズに変えることができるか、そしてそこに肩をこう使ってこうやって肩をこう使ってしまったりしてないか、自然な動きができているかっていう問題があります。これは僕自身も威厳については当然マスターできてませんし、難しい曲になればなるほどに難しい、威厳って難しいなと実感しているところですので、ぜひですねこういう悩みを持った方は一緒にこの動画最後まで見ていただけたら少しポイントが分かっていただけるんじゃないかなというふうに思っています。あとはですね、威厳以外にも、難しい部分を弾くときにどうやって練習したらいいのかっていうのは結構問題がありまして、でよくゆっくり練習すればいいんだよってことを、話題には上がるわけですね。こうゆっくり練習するとうまいこと弾けるようになるよ。ただしこれは少し語弊がありまして、ゆっくりというのは闇雲にただゆっくりしても意味がなくて、ゆっくりした時にご自身で練習していて気をつけるポイントというか、こういうことに気をつけながらやるよっていうポイントがありますので、それも合わせて、お話しできればいいかなというふうに思っています。では、新しいバイオリン教本の2の37番からやってみましょうか。はい、この音階ですけども、この音階少し弾きにくさがある方が多いんじゃないでしょうか。まずこのミのフラットの音を出すときに、ナチュラルに比べて指を向こう側に倒すというかいざらせないと、移動させないといけないわけです。ですが2の指っていうのは普通の2の指の位置ですので、この1と2の指の間隔が空いてしまうっていうのにまず慣れる必要があります。でこの時に無理やり、手に力を入れてですねやるんではなくて、なるべく、自然な形で人差し指を向こうに倒すという意識を向けてください。ですので実際にはこのような形になっています。ここも一緒。
とは4の指で降りてくるときですね。これが最も遠いですね。こっからここっていうのはミはフラットですので比較的近いです。つまりナチュラルだとここですけども、フラットなので少し近い、この人差し指に対して4の指が近いですね。ですがその次ここっていうのはかなり遠いです。ですので少し、届く方はいいんですよ。指を伸ばして届く方はいいんですけど、少し手の形をこのままこう取るだけじゃなくて、少し親指を引き気味にしてふーっとこう伸ばすようにして取りに行くっていうことをするとより取りやすくなると思います。具体的に言えばこう取るんではなくて、少し伸ばす、こういう感じにひねってあげると楽かもしれません。はい、ということで38番に行きますね。まずは A のパターンでやりましょうか。あ、すいません、間違えました。もう一回いきましょう。A のパターンはスラーですね。そして次の B のパターンっていうのはスタッカート。往々にしてこのスラーの方が難しいことが多いです。それはなぜかというと、ダウンからアップに変わるときに移弦するパターン、それからアップからダウンに変わるときに移弦するパターンっていうのが、不規則に出てくるからですね。ですのでここでまず変わります。ですのでこの時にこのどの音を押さえていますが、ミに変わる瞬間、ミに変わる瞬間、ドは離さないと少しD線に3の指が触れてしまうことっていうのがよくあるわけです。ですので、僕は離すことをお勧めします。ですが和音、重音を弾くときにはもちろん残してないといけないですし、先生方によっては、押さえたまま次の音も弾きなさいっておっしゃるかもしれませんのでご注意ください。ですので、ですが僕の場合はこう出てる音が単音であればその音が最も美しく、最も温かい音が出るようになりたいなと、個人的に思っているので、ですのでこのようにミに変わった瞬間にドを離す。ただしドを3音はドの指を離してしまってからミに行くんではなくて、ミに入った直後で離します。このタイミングです。これを、例えばもし習得したい方はスローモーションで。このように練習してみてはいかがでしょうか。それの時にはポジション移弦をするよっていうのを
する瞬間、する直前に意識を集中させて、ここ、今ここっていったタイミングで集中するわけです。こんな感じのイメージです。いかがでしょうか。それが続いていきます。これも一緒。これが少し難しいかもしれません。一回行って A 線に行くんだけど、ここでまた A 線に戻ってきます。ここで今日のポイントである、スローモーションで練習するっていうのの意義があります。ただ単に遅くしたりゆっくり練習するんではなくて、すごくスローモーションです。意識することとしては、指の角度が変わっていくときにスムーズに変な力が入ってグイッと動かさないということをどれだけ意識できるかというところ、ここにかかってきます。ですので、この今音が出てずっとファなんですよね。でその次はここに行くわけですが、このアップのこの音が変わっていないこのファの間にも弓は少し向こうに倒れていってます。そしてアップのまま倒していくと、いずれアー線に当たってこのように音が出てきてしまいますね。この音が今音が出てしまうかしまわないか、厳密に言うと音が出てしまう直前、ほんの直前に弓を返すわけです。ですので倒れていく角度を調整しながら、やらなきゃいけないわけですね。つまりこうどこで変わるかっていう最後のここの目的地点が見えているので、弓があとどのくらい残っているのかなっていうのを見ながら、じゃあ大体弓が今ここぐらいだけどこの辺に来たら移弦しようって思うわけです。ですのでそこに来た時にこう当たるように、そして移弦する、そして今こう弓が返してますよね、アップからダウンに。こうなった瞬間っていうのは物理的にというとちょっとなんか難しく聞こえそうですが、要はこっちに動いてたものがこっちに動くようになるので一瞬止まってるわけですよね。こっち向きに動いてたものが一瞬止まってまたこっちに動き出すっていうことですので、その要は止まる瞬間をこのちょうど弦が変わるところに当てるわけです。これをちゃんと意識して練習しようとするともうスローモーションでやるしかできないわけです。これを速い場所で意識するっていうのは、最初からそんなことをするのはとても精神的に負担があると思いますので、まずはスローモーションで。そして音量の変化に気をつけて。そして右手は握ってないですがギューって握らないで、なるべくこうふなふなな状態。この時に、もう少し詳しい話をすると、弓が自分の右手の中で動きます。この時にどこでそれを感じてるかというと、こう持った時にこういうふうにこうずれてくるわけです。ですのでこの指と弓が触っているここの部分の感覚も研ぎ澄ませましょう。
れを繰り返していただくとすごく感覚に敏感になれますし、また弓の使い方、威厳する時にどうかっていうことも分かっていくと思います。少し根気がいる作業ですけども、これを繰り返すことでどんな曲でもスムーズに綺麗な音が出せるようになるかと思います。はい、では39番いきますね。これは僕は個人的にはあまり好きではないんですけども、ここの、教本に書いてあるのは C の1、これの1を押さえたままって書いてあったので、今慌てて押さえたまま弾いたんですが、なかなかこの3が遠かったりねしますね。このように同じ1の指でファを弾いて、しかもこれは同時に押さえなさいよ、押さえ直さないでやってねっていうふうに書いてありますね。ですのでこの教本に忠実に弾くならば、これをこの5度の和音が押さえた状態でというふうに弾くのが正しいわけなんですが、現実に音を出す段階に入ってくると、これってちょっと音がザラザラして、あんまり綺麗な音じゃない場合っていうのが結構あるんですね。これなんで起こるかっていうと、2つの弦を1本、いっぺんに2本の弦をいっぺんに押さえて音を出す場合、和音で出すときは綺麗なんですけども、単音で出すとどうしても一つの弦を押さえる力っていうのが弱くなってしまってます。つまり弦がある真上から押さえていないことになりますので、2本の弦を1本の指で押さえるっていうのは。ですのでどうしても音が低くなったりとか、張力が弱くて、綺麗に押さえきれてない、そしてザラザラとした音になってしまう、そんなことが考えられます。ですので2本の弦を触れてはいるんですけども、弾いてる音の方により体重をかける、腕の重力をかけるっていう風にするのが、最も合理的なんじゃないかなと思います。ですので若干ここの角度がね変わってるの分かっていただけますでしょうか。前回の動画でもねこれは説明しましたけど、すごく、これをやることによって音符がね綺麗に弾けるようになると思います。この辺こういうダウンアップダウンアップで威厳する場合、A 線アー線っていう風に威厳する場合っていうのはすごく弾きにくかったりします。ですのでこういうところこそスローモーション、やりにくいっていうことはどこかに原因があって、例えばこの場合はこういう風にしてしまうと弾きにくい。これはなぜ弾きにくいかというと、ここの腕が誘導してあげてないからです。動画で見ると位置的にはほとんど変わりないかもしれませんが、意識というのがこの辺に向いていて、アーセンに行っていいよっていうことで少し上げそうになってるわけです。上げてこっちに行くように、こう言ってあげるんじゃないんですけど、ほんのちょっとだけこっちで、この辺でリードしてあげるような、そんな感覚になっています。そういうふうに意識すると少し弾きやすいかもしれないですね。はい、じゃあ40番もいってみましょう。
これ多分40番までで終わっちゃいますね今日ね。はい、ちょっと41番までいけたらいきますけど、40番次いきます。これは思いのほかめんどくさいですね。これはなかなか弾きにくい。これ全部押さえたまま弾かないといけないので、この3本の指を全部押さえてます。しかも上がっていく、こう降りてくる時がちょっと難しいんですね。これ押さえたまま、これ押さえたまま、この辺が指がずれてしまう、そんな危険性がありますので、これの指が降りてきた時にさっき押さえた場所とちょっとずれてしまっているっていうこともよくあるんですよね。これどうやって解決するかっていうと、まずこうすればいいよっていうよりはこうしない方がいいよっていう方が多いんですけども、指を押さえる時にガッチガチに絶対動くなよって思ってガチガチに押さえるのはかえって逆効果のことが多いです。っていうのは、このギュッて押さえたまま結構ねずれちゃったりするんですよね。だからあんまりね強く押さえてもそこにずっといてくれるわけではないので、これはあえて力を抜いてですね、力を抜いてその位置にとどまってもらうように、手をある程度ギュッてするんじゃなくて、ふわっとこうしてる状態。これなんかもね結構負荷かかりますね。こんな風になりますからね、1と2が。となります。でこれ降りてくる時にどうしてもこの2つの音って2と1の指って上がってきちゃいがちなんですね。このCを出してる時っていうのはこちら側4の指に力が一番入ってますから、手がねどっちかっていうとこっちにこういう風に力が入ってるわけです。どっちかというとですよ、こう力を入れてるってわけじゃなくて、しょうがないんですよね。4の指を押さえるってことはこう押さえてるわけですから、こっちに1の指を押さえるのと4の指で押さえるのとでは力のモーメントが違いますから、仕方がないわけなんですけども、ですので少しこの指がこちら側にずれていくってことが起こってしまいます。ですのでこれを意識して低く2と1の指をコントロールしてあげるとすごく綺麗にできると思うので、ここの部分は注意しながら練習してみることが大切かというふうに思います。そうですね、41番までやって終わりましょうか。これだけだとなんか味気ないですもんね。では41番いきます。で終わりですね。はい、これ多分繰り返し終わった2段目からはダウンからですね。
ですね。僕が多分母音が間違えましたね。ですので、とこう続くわけです。そして、2段目はフォルテで2小節、ピアノで2小節ですので、ここまでフォルテですね。さっき僕ディミネンドしちゃいましたが、そういうことしないで。これのピアノはすごく難しいですよね。ここまで来て難しいね。もうこういう音を繊細に弱くする時っていうのは、もう細から離したり圧力を弱めて弓のスピードを弱めてっていうことぐらいしか、この3つをうまいこと組み合わせて決まりますので、この曲の場合はどこがいいんでしょうね。案外駒からの距離ではなくてスピードと圧力を、両方とも小さく弱くすることの方がこの曲には技術的に弾きやすいかもしれません。はい、ということでいいでしょうか。あとはスタッカートですね。これはアクセント、アタックがついてパーンと、でも音は長さ分ちゃんと伸びてます。でこれはスタッカートですので、拍分伸びてるようには聞こえませんよね。ではなくて、ですのでプツップツッと切って給付があるかのように弾いていただければいいかなと思います。はい、というわけで今日41番までやりましたがいかがでしたでしょうか。もしよかったらですね、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。というわけで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。